こんにちは。ミニマリストの小野です。今日は2月もう日付が変わる頃ですね。ちょうど2月20日から21日に変わろうとしております。ちょうどあと30秒ぐらいですね一度お布団に入って寝ようと思ったんですけど、ちょっと喋ることあったなと思ってちょっとね急に思いついてしまったのでお話しさせていただきますが、タイトルまだ決めてないんですけど、ゴミの話をねちょっとしてみようと思います。ゴミのですね、ミニマリスト一見関係なさそうですけどちょっとあるんですよね。ゴミをそもそも出さないっていうのは私は実はあんまり言ったことないんですけど心がけていて、そのこととちょっとね後半分別の話もちょっとねできたらなと思っています。はい。で私ゴミ分別がそもそもねちょっと好きなんですよね。結構ねその好きになったきっかけっていうのをちょっと最初話しておこうかなと思うんですけど、私が今住んでる自治体が田舎の方なんで、田舎の方だからなのかわかんないですけど、ちょっと分別が割と細かいところに住んでるんですね。10種類ぐらい多分あります。全部で燃えないゴミとか含めてですよ。10種類ぐらいあって、主にみんな出すのが燃えるゴミとプラスチック容器包装だったかなと、缶とか瓶ですね。缶と瓶は一緒かな。で、ペットボトルと、燃えないゴミとかですかね。あと他にもいろいろあるんですけど、主にその辺をね多分、みんな分別して出してるっぽいですね、見てる感じなんですけど、私はもう全部分けれるだけ分けて出すんですねで分別好きになったのがこの今住んでる町に住み始めて初めてプラスチック製容器包装かっていうその分別方法を知って、13、4年前ですかね、初めて一人暮らしした時なんですけど、その時に知ってなんか分けなきゃいけないのかみたいな、なんかよく何も考えずに言われるがままになんか分けてたんですよね。全部燃えるゴミに出しちゃうと、満タンになっちゃうから、分けて出せるのも、いいかなと思って、リサイクルされるんだったらいいかなと思ってその分別をねし始めたんですけど、なんか最初の方で綺麗に分別されて透明袋に入れて出すゴミをですね見て、自分がやったやつですよ、出す時に見てなんかすごい綺麗だなと思って、ちょっとあんまこれ共感してくれる人いなさそうな気はしてるんですけどそのプラスチックのトレイとかパッケージとかが入ってるゴミ袋を見て、なんか揃ってるって気持ちいいなみたいな感じで、私揃うフェチなんですよね。結構揃ってるフェチ、なんか同じもので揃えたいみたいなところがどこにでも反映されているんですけど、私の生活の中ではですね、多分それと同じかだと思うんですけど、なんかそのゴミ袋の中でも揃ってるっていうのがすごい気持ちいいなと思って、でそれでまたリサイクルされて再利用されるんだったらいいなと思って、そこからなんかちゃんと分別をねするようになったんですよね。でさらにその20代前半がそれで、さらにその去年に35歳ぐらいの時に、その環境問題にねちょっとね首を突っ込んでまして環境問題のことをなんかいろいろ調べていくうちに、リサイクルの話とかにもいろいろ触れる機会があって、なんかやっぱ資源の問題とかってあると思うんですけどね、その資源枯渇するとかね、なんか新しい素材はこれだみたいな、なんかその竹とかがね結構ねその新素材として最近出てきてる感じらしいんですよ。成長が早いからとかね、いろんなね話をねそこで話に触れることができたんですけど、なんかそこからさらに古紙ですね、紙を分別するようになったんですよね。燃えるゴミの4割が紙らしいんですよ。それをね最近分けるようになったんですよね。そしたらなんかそれはそれですっごい気持ちいいなみたいな感じなんですよね。ここ 1,2 年で始めたんですけど、それはね
でもそれもすごい楽しくってもうなんか分けれるだけ今分けてるみたいなね状態なんですよね。はい。でなんかそういうことをやっていくうちになんかね、なんかゴミもミニマルことができるなっていう風に気がついて、今に至るんですけど、ちょっとね、ゴミ箱って皆さんいくつお持ちですか？唐突ですけど、でも私はその分別好きなんで、多分1年、半年前かそのくらいまでゴミ箱5個あったんですよ。各部屋に1個とかじゃなくて、その台所に5個並んでたんですよ。ババババって並んでたんですよ。燃えるゴミ、プラスチック、何だったっけな、燃えるゴミ、プラスチック、缶と瓶、ペットボトル、燃えないゴミかな。でさらにその古紙とかも別で箱があったりとか、あと古布、布ですね、衣類もその別で置いてたりとかしたから、ゴミ箱は6個5個だったけど、さらにその他にもなんかゴミ袋があちこちに置いてある状態みたいな感じだったんですよね。でもなんかでミニマリストになって、その物をねこうどんどん減らしていく段階で、なんか最後の方にそのゴミ箱が残って、なんでこんなゴミ箱持ってんだろうみたいなでちょっと考え直したんですね。その時に気づいたんですよね。そもそもゴミを出さなければ、発生させなければゴミ箱減らせるなみたいなことに気がついて、で今はちょっと台所ルームツアーとか、写真も載せておこうと思うんですけど、見ていただけたらと思うんですけど、今現時点ではそのゴミ箱5個あったゴミ箱が1個になったんですね。無印の縦長のやつです。何リットルかな、あれ30ぐらいかな、30リットルのゴミ袋がちょうどはまるぐらいなんですけど、だからそのちょっと大きめのゴミ箱は1つで、あとはその流しの下に無印の A4 ファイルボックスのワイドっていう、幅20センチぐらいかなの、箱も蓋も何もないやつをシンクの下に3つ並べて、そこに古紙と、燃えるゴミ燃えるゴミが A4 燃えるゴミ箱が A4 ファイルボックスってすごくないですか？それと、もう一個の箱が燃えないゴミだったり、缶とか瓶だったりペットボトルだったりっていうのを入れる箱ですね。その3つですね。その A4 ファイルボックスが3つと、大きめのゴミ箱が1つっていう風に今なってるんですよ。で多分、ミニマリストの中ではで言うとちょっとあれ分かんないですけど、一般的にはこのゴミ箱の量とかサイズとか、ゴミ箱に蓋がないみたいな、燃えるゴミ箱なのに蓋がないみたいなのも多分あんまりないんじゃないかなって思うんですよね。でなんかこれぜひね、いろんな面でこうメリットがあるからぜひねやってもらいたいんですけど、ゴミをねそもそも出さなきゃいいんですよ。で私がそれに気づいて減らせたゴミが、缶と瓶、ペットボトル、あと燃えるゴミ、プラスチックはねなかなか減らないですね。減らないんですけど、減ってはいるけど、そんなに大幅に減ることはないですね。広がるからバーってギュッてしたらいいけど、なんかそのビニールの特性としてなんか結構ねふわーって広がるじゃないですか、ビニール袋って。それがあるからちょっとなんかちっちゃいゴミ箱にはできないなっていうので、ちょっとプラゴミは難しいかもしれないですけど、瓶、缶、ペットボトル、燃えるゴミは割と減らせるなって思いました缶とか瓶とかペットボトルってもう買わなきゃいい話なんで、買わなけりゃお金かかんないですよね。そうで洗う手間とかもなくなるし、よく考えてみてください。なんかペットボトルでも毎日出るしなみたいな感じで私も最初思ったんですよ。もうそうじゃなくて、だから缶と瓶、缶はねちょっとねその缶詰とかもあるからちょっとあんま難しいかもしれないですけど、瓶とかペットボトルってほぼジュースじゃないですか。多分ジュース飲まなきゃいいんですよ。だからジュース飲まなければめっちゃゴミ減るんですよ。でお茶とか買ってる方結構いるかな、もしかしたら分かんないですけど、お茶も買わなきゃいいんですよ。ペットボトルのお茶買わなきゃいいし、水もペットボトルの水買わなきゃいいんだと思って、それで私前水買ってたんですけども、それもやめて
ちょっと買わなきゃいいんだと思って、でそれで大幅にそこで削減できましたね。ゴミが減らせたらゴミ箱も減らせるし、ゴミ箱を洗う手間、ゴミ箱のメンテナンスの手間とかもね減るから、でどんな風にどうやって買わないようにしたかみたいなとこなんですけど、缶はね多分そもそもそんなに瓶はそもそもそんなに出なかったと思うんですよ。でもお酒やめましたね。まずそうだわ忘れてた。お酒やめたんですよ。うちの缶のゴミってほぼお酒だったんですよね。私がお酒強いんで、この家に引っ越してからね、家でお酒飲むのがすごい楽しくなっちゃって、でもひどい時は毎日 2,3 本とか缶チューハイとかビールとか飲んでたんですけど、去年の8月か2021年の8月頃にお酒ね、ちょっとこれまた別の機会に話しようと思うんですけど、私タバコも吸ってたけどタバコもやめて、でお酒に依存してるなって思っちゃって、その時にタバコやめたからってお酒に依存していいわけではないぞっていうとこで、そのお酒もやめようと思ってやめたんですよね。でそうだ、お酒やめたらカンカンのゴミ減るじゃんみたいな風に思って、だからお酒をやめました。お酒やめたらもちろん体にいいしお金かからないじゃないですか。でさらにその缶のゴミが減るんですよ。結構缶のゴミたくさん出てた記憶ですね。もう缶と瓶の分別は一緒なんですけど、2週間に1回なんですよね。その収集日が2週間に1回なんですけど、その2週間に1回で結構な重いゴミ袋を出してた記憶があるから、2週間であんだけ飲んでたのかみたいなね、っていう感じ、こんなに飲んだんだみたいなね風に思いながらね出してたんですけど、お酒やめたら今缶と瓶のゴミってシーチキンとか、シーチキン結構使うから、そのツナですね、ツナ缶がほとんどかな。あとはその調味料が入ってた瓶とかですね。あれはちょっともうどうしようもないかな。ツナ買わなければいいって話なんですけど、ツナはねちょっとねローリングストックとしても使ってる側面があるので、ちょっとそれやめないかなっていうので、缶と瓶はね今2週間に1回で本当スーパーでガラガラって自由にどうぞみたいなビニール袋あるじゃないですか。トイレットペーパーみたいになってるやつ、薄いゴミ袋、あれでゴミ出しできるぐらい減りました。だから1回に 3,4 個ですかね、3から5ぐらいですかねの量まで減りましたね。だからもうその缶と瓶の専用のゴミ箱もあったけど、それもなくしてしまいました。っていうのがまず一つですね。缶と瓶を減らした。でペットボトルですね。あとペットボトルは、結構私の中で大きかったのがその水を買わなくなったことですね。でなんでかな、いつからか、前は水道水とかガンガン飲んでたのに、いつからかそのペットボトルの水じゃなきゃ嫌だみたいな時期があって、子供産んでからなのかな、忘れちゃいましたけど、結構何年も長いことその段ボールで箱買いして水を、2リットルですね、2リットルの水を買って、それを飲料水として使ったり、料理には使わなかったけどさすがにっていうのを何年も続けてたんですけど、このペットボトル買うのも嫌だなって、そのミニマリストになって思ったんですよね。それでその水をですね、そうだ、会社の飲み会で聞いたんですよ。皆さん水ってどうしてますか、買ってますかみたいな、水道水飲んでますかみたいなのを、うちの会社10人ぐらいしかいないんですけど聞いてみたんですけど、そしたらペットボトルの水買ってるっていう人はあんまりいなくて、で浄水器使ってるっていう人が2、3人で、あとはその水道水を飲む人もいたし、水道水を沸かしてお茶作って飲んでますっていう人もいましたね。だから買うってそんなに多数派じゃないんだなみたいなことをそこで知ったのと、ウォーターサーバーはいなかったですね。そういえばね、ウォーターサーバーも考えたんですけど、ちょっと固定費をちょっと増やすのはちょっとね嫌だなと思って、あと重い1ガロンみたいな重い
やつが嫌だなと思って、ウォーターサーバーもちょっと一時期考えたけどやめましたね。そうでなのでそのペットボトル買わないのであれば、でもその水道水を飲むっていうのは私はなんかでちょっと抵抗がやっぱりあったので、できるだけ美味しい水が飲みたいみたいな。水道水やっぱそうな直で飲むとちょっとなんかねやっぱ変な味するんですよ、個人的には。そうだからなんかどうにかして、そっか浄水器という手があったかみたいなね。その飲み会で、ブリタっていうのを使ってますって、ブリタって何みたいな感じでそこで調べたのが最初だったんですけど、ブリタ多分使ってる人いるんじゃないかなと思うんですけど、あれですね、ボトル型の容器に、2段階になってるんですよね。カートリッジ入れるところ、入るところの上に水溜めるところで、そのカートリッジの下に、水が溜まるところみたいな感じで、2段階になってるボトル、なんていうのかな、なんていうんだ、ウォーター、いいやそうっていうのがあるっていうのを知って、でそのカートリッジを通った水が、そのろ過された水が下に溜まっていくんで、それを飲むみたいな。でまた上から水を継ぎ足せば、下にその落ちて、どんどん浄水されて、そのまま冷蔵庫に入れといたりとか、卓上に持っていったりとかすることができるっていうので、これは良さそうだなと思って、ペットボトル1本買うのに6本入りで600円とかだったかな、600円から700円ぐらいだったから、1本あたり100円ちょいみたいな感じだったんですけど、そうですね、だからブリタのカートリッジ本体は1回買えば何回も使えるんですけど、カートリッジが確かね2種類あるんですよね。その大きいカートリッジもあるし、そのなんかディスク型の小さいカートリッジもあるんですけど、その大きいタイプのカートリッジの卓上のやつだと3ヶ月2ヶ月だったかなぐらい使えるで、1400円ぐらいだったから、じゃあこれだったらペットボトル買うよりは安いし、手間もかからないし、ペットボトルのゴミが出ないっていうのに気づいて、それで水を買うのをやめることができたんですよ。いやあれはもうなんで気づかなかったんだろうとかもね思いましたけど、なんか結構水買うのもやっぱり大変じゃないですか。届けてもらうのもなんかね申し訳ない気持ちになるし、あんな重いやつですね。だって6本入りで12キロですよ。部屋に運ぶのも大変だし、なんかその、ペットボトル使い終わってラベルとキャップ剥がして、ペットボトル用のゴミ箱に入れてたんですけど、2リットルなんてもうなんかね10本も入んないんですよそうだからもうすぐいっぱいになっちゃうしみたいな、もう収集日間近でなんか蓋が閉まらないみたいなこともねよくありましたけど、もうでシングルマザーになってからは水ネットで買えばいいけど、ネットで買えなかったりすると、自分で買いに行って車から運んだりとかもしてたし、それもすっごい大変だったから、もうやだって思ってたんですけども、ブリタ買って一気に解決ですね、全部ねちょっとねカートリッジだけ近所で売ってないから、それをネットで買わなきゃいけないっていうところだけがちょっとね手間なんですけど、Amazon とかで買えるので問題ないですね。ちょっとそれだけがめんどくさいんですけど、コスパもいいし、なんか本当あれはやめてよかった。水買うのだけは本当に一番やめてよかったなみたいなことですね、そのゴミの中ではですね。って思いますね。そうで、今は結局ブリタのその卓上タイプのものもやめて、その水筒タイプのブリタに水を入れて、会社に持って行ったり、家でそれから継いだ水を子供たちに飲ませたりとか、自分が飲んだりとかもしてますね。だから500ml の水筒1本で賄ってるっていう状態ですね今ね。それもフィルターがついてるんですけどね、すっごい使いやすいんで、おすすめです。めっちゃ長くなりましたけど、それでペットボトルは減らせましたということなんですよ。でうちはその水の話今しましたけど、ジュースとかお茶とかを結構その家で常備してる方って多いんじゃないかなと思うんですけど、別にやめなさいって言うわけじゃないんですけど、あれね当たり前に家に置いておくのを私はねやめようって思ってやめたんですよ。昔何の時だったかな、ちょっとはっきり思い出せないけど、なんかそのジュースとかペットボトルのお茶、スーパーに食料品買いに行った時とかにやっぱ飲みたいから買うじゃないですか。でお茶はそんな買わなかったからちょっと置いといて、ジュースですね。ジュースって
飲みたいですよね。ジュース好きですよ。私も飲みたいんですけど、2リットルとかでこう買うと、1日2日で飲み終わっちゃう、2、3日か2、3日でなくなっちゃうわけですけど、そしたらジュースなくなった、買わなきゃってなっちゃうんですよ。でも別に買わなきゃじゃないじゃないですか。ジュースって買わなくてもいいじゃないですか。飲まなくてもいいじゃないですか。だからそのなんで買わなきゃなんだろうみたいな、その飲みたいからなんですけどねなんかその飲みたいからって買ってると、その家にずっとないと、常にジュースがないとその落ち着かない状態になっちゃうんですよね。だから買わなきゃってなるのが嫌だから、買わなきゃってなった時のために2本買っておくとか、そういうことがね起こってくるんですけども、だから常にジュース飲んでる状態ですよね。で常にジュース飲んでるし、常にジュースをこうなんか管理しておかなきゃいけない状態にあるのと、なんか一度ね飲みすぎてなんかペットボトル症候群みたいになったことがあって、知ってますか？ペットボトル症候群って。なんかその糖分取りすぎて糖分欲するみたいな、ちょっと詳しく調べてくださいちょっとねあんま体に良くないですよね。ジュースってめっちゃお砂糖入ってるんですよね。だから体に良くないし、普通にお菓子食べてるようなもんだと思うんですよね、ジュースとはいえね。だからこの常備っていう状態あんま良くないなっていう風にいろいろあって気がついたので、これはもうあれですね、結婚してからだけど子供産む前からですね。だから家にジュースを置かないっていうのを自分では一応定めてて、そしたらなんかね、出先でもジュース買う気特にねなくなるんですよね、不思議と。なんかたまに飲む時ありますけど、すっごい疲れた時とか、コーラ飲みたいみたいなね、私コーラ好きなんでマック行ったら絶対コーラ飲むんですけど、それぐらいで普段はもう水だけで生活してて、ほぼなんか他にジュース飲みたいとか思うこともないから、自販機に行くこともないし、ほんとマック行った時ぐらいでコーヒーだけですね。あとは朝一杯だけコーヒー飲んでいくので、ほぼ水分補給は水ですね。だからジュースはね、あと水分補給できてないらしいので、あれはね水以外は水分補給にならないって聞いたことがあるから、なんか、お茶もねなんかできるだけ、水の方がいいかな。お茶飲むよりはね、ペットボトルのお茶よりは水の方がいい、カフェイン入ってたりするからっていうので、ジュースも結局、買わなくていいんじゃんって気づいてからもずっと買ってないですね。だから常備している人はなんか特になんか癖になってて常備してるっていう人結構いるんじゃないかなと思って、それ一度やめてみるともしかしたらすっごく楽になるかもしれないですなんとなくでもし買ってる人いたらね、ちょっとやめてみてください、ぜひ。でもゴミ減るのとやっぱ買い物ね、ジュースもやっぱ重いから、買い物ですっごい重いの持って帰ってくるのもやっぱ大変ですし、体にも良くないしお金かかるしで、ほんとブリタで浄水した水だけ飲んどきゃ全然十分だし全然なんか飲みたくならないですよ、慣れたら。ならない。だからもしなんか惰性で飲んでる人いたらちょっとやめてみるといいかもしれないですね。ってことでちょっとペットボトルの下りめっちゃ長いですね長かったですけど、そんな感じでペットボトル買わなくなって、で今は、ほぼ出ないんですけど、ペットボトルのゴミはですね、ただ時々なんか子供が飲みたいって言って買ったりとかするのと、だから外出先もね水筒持っていくから水しか飲まないから、ジュースも買わないんですよね。だからどうしても飲みたいって言われたら時々買うから、それともらったりとかして、あとは備蓄で水をね2ケースほど常備してるから、それを時々なんかたまたまなんか飲んだりする時があるから、その時とかに時々発生するから、なんかペットボトルも月に2回収集なんですけど、だいたい 2,3 本ですかね。 2,3 本で収まるかな。あとはなんか調味料の容器がまたペットボトルだったりとかね時々しますから、それぐらいですかね。 2,3 本ですね。なんでペットボトルもゴミ箱ね、大きいゴミ箱持ってたけど、それも手放してしまいましためちゃくちゃ楽ですよ本当。水のペットボトルがなくなっただけで、なんかやっぱ
水だから洗いはしなかったけど乾かすまで置いといたりとか、それだけでもすごいね結構邪魔だなっていう感じですよね。洗えないだけですごい楽ですね。ブリタをねちょっとね洗う手間は増えますけど、どうせ水筒持っていくから毎日会社にね、それだともう手間的にはもうすごいめちゃくちゃ減ってますよね。いやもうすごく良かった。あれも減らして良かったですね。はい。そんでですね、次が燃えるゴミですね。燃えるゴミもめちゃくちゃ減りました。めちゃくちゃ減りました。大体の家庭がやっぱゴミ出しの日とかに見かけるんですけど、ゴミ出した時とか、エレベーターで一緒になったりとかしたら、なんかその他の家庭のゴミとかやっぱ見るんですけど、やっぱみんな燃えるゴミパンパンに詰めて、ね、出してるんですよ。で私も前までは例外ではなくて、もちろん燃えるゴミ袋毎回、週に2回出せるんですけど、週に2回パンパンのゴミ袋をね、燃えるゴミ袋をね出して、めっちゃ重いのこう運んで行ってたんですよ。もちろんね、私もねそうだったんですけど、もう今ではですね、だから中袋とか大袋とかあるんですけど、うちのはうちが指定のゴミ袋があるから、燃えるゴミはですねが、特小と小と中と大、特大はないよねとかかな、確かその4種類だったと思うんですけど、だいたいその昔は中袋か大袋に入れて捨ててたんですよね。パンパンに詰めてね捨ててたんですよ。もうめっちゃ大きいですよ。多分45リットルとか、中で40、大で45ぐらいあるかな、分かんないけどそのぐらいですかねがあったんですけど、まずねちょっと離婚して、まずちょっとその時点でちょっとゴミが減ったっていうのはありますね。なんででしょうね、人が減るとゴミも減るんですね。なんか何が減ったのかわからないんですけど、そこはね分かんないんですけど、だから中袋、私と子供2人だったらだいたい中袋パンパンで済むかなみたいな感じでずっとね引っ越してきてからは暮らしてたんですけど、今ではですね特小って言って、その大きめのスーパーのゴミ袋ぐらいの大きさですかね、それすらスカスカっていうゴミ出しです今。いや本当にね、もうなんかちょっとなんか手土産持つみたいなぐらいの大きさなんですよなんか時々ねちょっと大物が出たりはすることもねもちろんあるんですけど、本当にスーパーのゴミ袋ぐらいの大きさがスカスカなんですよね。特小袋って言ってですね、それがすごいスカスカなんですけど、でそれを、なんでそんなに減らせたかみたいなポイントが2つあって、さっき1個目がさっき言った古紙ですね。古紙を紙ですね、雑紙っていうのをリサイクルに出すようにした、減ったというかね、ちょっと分別したってだけなんですけど、これはねそれが結構だから古紙が4割らしいので、燃えるゴミの中のですね、4割なので4割を減らしたというか、分別してその燃えるゴミの中からなくすことができましたっていうのがまず一つと、あと一つが多分単純に食べる量が減ったっていうことですね。が多分燃えるゴミが減った理由かな。あと物買わなくなったっていうのもありますかね。ちょっとそれはちょっとついでで伝えておきますけど、多分私の中で大きかったのはその古紙をリサイクルに出したことと、あと食べる量が減った、この2つかなっていうのがありますね。で古紙、これは厳密には減ったというか移動しただけなんですけど、古紙はリサイクルにぜひ出してください皆さん。これは結構紙のリサイクルってあんま知られてないんですけど、リサイクル率がねめちゃくちゃ高くて、もう 64% とからしいんですよ。だからでしかも紙ね、例えばですよ、お菓子の箱をこうなんか畳んで汚れてたらね、その燃えるゴミで出さなきゃいけないんですけど、もし綺麗な状態の紙だったら、畳んでこう溜めておいて、まとめてこうリサイクルに出しますと。で古紙の中にも種類があるんですけど、その雑紙っていう、今言ったお菓子の箱とか名刺とかチラシとかは雑紙として出すんですけど、あとこれですね、段ボールも牛乳パックも古紙の一部ですね。
だから牛乳パックは牛乳パックでまとめて多分出さなきゃいけないし、新聞紙は新聞紙で出さなきゃいけないしっていう感じだと思うんですけど、そこは自治体によって違うので、ちょっとご自身のゴミ出しの方法は調べていただくとして、うちの自治体はそんな感じですね。だからその雑紙とトイレットペーパーと新聞紙で分かれてるって感じですね。でうち新聞紙は出ないし、牛乳パックはねちょっとね排出量が少なすぎるので、なんか分別するほどでもないって感じなので、牛乳パックはねうちはねゴミ袋代わりに、ね、使ってます。はい。それはいつかお話しするとして、なんで古紙ですね、紙をとにかく皆さんよかったらリサイクルに、ね、出してみてほしいんですよね。さっき言った通り燃えるゴミの4割って紙らしいんですよ。で、古紙がリサイクルできるっていうのをまず知らない方が多分多くて、私も知らなかったんですよ。でその多分環境問題勉強してた時だったかなに知って、そうなんだと思って、リサイクルできるんだと思って、で、結構リサイクルに出す時にこんなに変わるのみたいな感じだったんですよ。こんなに変わるっていうか、牛乳パック6枚でトイレットペーパーが1個作れるらしいんですよ。すごくないですか？たった6枚でトイレットペーパー1個作れるんですよ。そんなにかと思って、すごいな、それはちょっと燃やしてしまうにはもったいないなと思ってその分別するようになったんですけど、なんかね最初はこうねA4 サイズのカゴにこう重ねてペラペラと重ねてね入れてたんですけど、やっぱ燃えるゴミに入れるとくしゃってこう入っちゃうんですけど、紙ゴミってね箱とかくしゃって入って結構スペースを奪うんですよ、燃えるゴミに出すと。けど紙ゴミで出そうとする場合ってやっぱ綺麗にこうね紙だから結構圧縮できるというか、畳んでしまえば、ペラペラになるわけじゃないですか。そのペラペラを積み重ねていけば結構な量でもなんかあんまり場所取らずにこうなんか分別できるんですよね。そうだったのでなんか結構畳もうとか綺麗にしようっていう意識が働いて、なんかね場所を取らなくなりましたね。で意識してみるとこれも紙かあれも紙かみたいなのが結構いっぱいあって、最初はね結構ね楽しかったですねなんかこれもトイレットペーパーになる、あれもこれもトイレットペーパーになる、やったーと思いながら、あんまこういうことを言う人いないかもしれないですけど、で思いながら出してました。で確か NG 古紙に出せない雑紙っていうのがこれも自治体によって違うと思うんですけど、うちの自治体の場合は匂いがついた紙、あとクレヨンで描いた紙は NG で、あとビニールコーティングがされてるとか、紙コップとかも NG ですね。なんか特殊な紙、あとなんか感熱紙、レシートも NG ですね、リサイクルできないので、ほんと普通の紙だったら大体いけますよみたいな。あと名刺サイズ以上とかそういうのも決まってたりしますね。あんま小さすぎるとあれなんでしょうね、シュレッダーとか出されてもみたいな感じなんじゃないかなと思うんですけど、シュレッダーした紙を出されてもリサイクルちょっと判別しづらいからじゃないかなって思うんですけど、名刺サイズ以上とかいろいろね決まりはあるんですけど、なんかゴミがこう発生した時にこう見たらこれも紙かみたいな、これも紙じゃんみたいな感じでバーってやるようになったら、すごい結構あると思って、なんか今まで燃やしてたのがすごいもったいなかったなって思いましたね。だから最近のちょっと記憶を蘇らせてみると、そうですね、何を捨ててたかな。だいたいポストに入るチラシはだいたいあれですよね、更新に出せます。でもそれポストにねチラシお断りって書いたらチラシ全然入らなくなるから、それも減らしたんですけどそこも身にまって見ましたけど、チラシとか、学校からもらうプリント類とか、あと郵便物ですね。郵便物は結構ありますね。で郵便物もあれですね、圧着なんかこうベリベリってここから剥がしてくださいみたいなタイプのやつはリサイクルに出せないんですよ、確かね。あれは燃えるゴミなんですけど、郵便物の中でもなんか普通の紙と、あとなんだっけ、宛名のところがビニールになってるやつとかあるじゃないですか。そのビニールのところはこう外して、
じゃない反対側のところだけ私はね紙のリサイクルの方に出したりそこまでするんですよ、楽しくてそこまでするんですけど、とかあとはねそのお菓子のパッケージはもちろんそうですし、あと冊子系カタログ系とかも本とかももちろんそうですよね、リサイクルに出せるんですけど、あれなんかこうなんだっけ真剣ゼミの漫画みたいなこれ今あるのかな、ちょっと時代がちょっと今わかんないけど、昔真剣ゼミのさ勧誘でちっちゃい漫画が入ってた世代の人いたら挙手してくださいあれ真剣ゼミで見たところだみたいなやつですね。あの漫画みたいなあんな感じのこうなんかちっちゃい冊子とかホッチキスついてたりするじゃないですか。ホッチキスも分別の過程で除去するんでホッチキスついてて大丈夫って調べたら、聞いたら言ってくれたんですよ。だからホッチキス外して分別する必要もないんですよ。それめちゃくちゃいいなと思って、それもねちょっとね自治体によって違うので聞いてくださいね。はい、なので、そういう郵便物に入ってる冊子とかも大体いけるし、あとそのままリサイクルにできる郵便用のその封筒、その窓がついてるものでこのままリサイクルできますってやつもあるし、あと紙お菓子のパッケージとか、あと説明書とかですね、お菓子とかに入ってる小さい説明書とか、ガチャガチャとかした時に入ってるちっちゃい紙ですよね、ああいうのも全部だし、あとあれかパッケージ服を買った時にこう靴下の上についてる紙とか、もうほんといろいろですよ。昨日は私お布団買ったからお布団のなんかケースにこうシュッて入ってるなんかパッケージの部分、なんとか布団みたいなのが書かれてるそこの部分も紙だし、いやもう本当 見渡してみたら本当紙だらけなんですよ。だからこんなにあったんだっていう風に思って、それを分け出したら本当に燃えるゴミがねすっごい減ったんですよね。もう半分になったぞみたいな感じでしたよ、感覚的には。半分になったみたいな、それはもう結構私の中では大事件でしたね。もう誰にも共感してもらえないから特に誰かに話したりもしてないんですけどね、これがなんかトイレットペーパーになると思うとすごい嬉しいなと思って、そうだったんですよね。だからもう全紙全リサイクルに出してますね私ね、もったいなくて。そうなんか会社とかでもねリサイクルしたりとかもねしてますけど、リサイクルはちょっともしあったらやってみてください。結構減りますよ。で燃えるゴミ袋もやっぱ指定袋をね今使ってる方が多いと思うんですけど、指定袋もだから安く済みますしね、そうなると。だから中袋が特小袋になったらもうすっごい安くなるんで、1回あたりのゴミ出しの負担が何十円とか変わってくるからですね、結構大きいなって思うんですけど、あと食べる量ですね。食べる量を減らしたっていうのも結構大きいんじゃないかなと思ってますね。ちょっと食べる量に関してはまた別の機会にねちょっと詳しく話したいんですけど、なんかざっくり伝えておきますと、1日3食食べる必要ってなくないみたいなことをね、よく発信してる方いますけど、私もそういうふうに思ってて、なんかその3食食べ出したのってここ100年とからしいんですよね、確かね。ここ100年も行ってないかな、100年分かんない、大体100年ぐらいかな、ちょっと分かんないですけど、あれですかね、明治維新とかその辺じゃないですかね。適当ですよ、これ知らないですよ、適当に言ってますからね。なんかあの辺じゃないかなとか、戦後かもしれないですしね、分かんないですけど、そうだから確か江戸時代とか1日2食だったって聞いたことがある気がします。だからなんか3食食べるっていうのをもうなんか生まれた時というか、子供の時から当たり前のように3食食べさせられてましたけど、なんか特にお腹空いてなくてもやっぱ食べなきゃって思うじゃないですか。なんかそれにやっぱここ5年とかぐらいで違和感をね私の中で持ち出して、なんか別に食べなくてもいい気がする、むしろ食べない方が体が軽いっていう感じがして、なんか断食とかファスティングとかねいろいろ言われてますけど、そういうことをなんかねちょっと調べてみたりとかして、そしたらなんかどうやら食べない方が体に良さそうだみたいな、空腹を感じるっていうのがなんか長生きにつながるとかいう人もいますし、なんかいろいろ研究がねされてるみたいなんで、ちょっと
よかったら調べてみてくださいね。私はもうなんか食べなくてもいいかなみたいな、栄養さえ取れてればみたいな感じなので、でも今はですね、だから平日仕事の日は一応3食食べてはいますね。で休みの日はだいたい1食か 1.5 食ぐらいですね。でも本当一人だったら、子供たちもいなかったら忘れて気づいたら4時ぐらいに今日何も食べてないみたいな日もありますよ。そんな感じなんですよね。なんで平日に関しては朝は今ヨーグルトだけとか、ご飯1杯だけとかパン1枚だけとかすごく軽めに済ませて、今だいたいヨーグルトで済ませることが多いですね。でお昼ご飯は普通にお弁当を食べますね。お昼が多分一番量的には食べてますね。言ってもお弁当1個ですけど食べて、定食とかがねもう入らないんですよね、量がね。だから少ない食事に慣れてしまうと。そうで夜も子供たちは普通に食べてるんですけど、普通の量ですね食べてるけど、私はもう子供たちに作った余りを食べる程度で、ほとんど多分1食の半分ぐらいしか食べてないんじゃないかなと思います。でも6時ぐらいに食べ終わっちゃうから、そこからほとんど何か付け足しで食べることもなく寝るので、だから量的には1日2食ぐらいの量ですかね。朝 0.5 夜 0.5 の昼が1みたいな感じで 2食分ぐらい、量的にはそのぐらいなんじゃないかなと思います。で休みの日が 1.5 か1ぐらいですかね。そうあんまり3食がっつり食べてるともたれてる、ずっとね体が重いなみたいな感じがして、でやっぱ作るのもめんどくさいし、子供たちはねちゃんとしなきゃいけないですけど、だから作る手間も減る、買い物も減る、ゴミも減る、で体重も減るし、体のだるさも減る、カロリーも減るんだったらそんな食べなくていいんだみたいな感じが、私はね感覚値ですけどしてますね。なんでもあんま食べないみたいな感じの生活をずっとやってるんですけど、そうなったのが結構ここ半年で、またそれ以上前はちょっとね普通に食べてる時期になってしまって、今言ったくせに食べなくていいって言ったくせに、半年前までは結構食べてたぞみたいな感じでしたね。だから半年前それがまだちょっと拍車がかかったのが半年前ですね。少ないは少なかったんですけど、2021年の8月頃ですね。そのぐらいからちょっと最近食べ過ぎてたかもみたいな感じだったんですよ。でちょっと減らすようにして、そしたらやっぱ体の調子いいから、そこからずっとお酒やめたのと同じぐらいかですね。そうだ、お酒やめたからっていうのもありますね。だからお酒やめるとお酒飲むとその時つまみで食べちゃうからって、それをやめたっていうのもありますね。だからお酒やめることでつまみの量も減ってゴミも減って、もういいことだらけですね本当いいことだらけだわ、すごいわ。そうだからそこもつながってましたね。だからお酒やめるのと同時にご飯の量も減って、ご飯食べる量が減ったら買う量も減って、だから食費も減りますしね。外食も減ったな。そうで料理したとしてもその豪華な料理もしないので、これはね前話したご飯のラジオの話、料理を手放すだったかなっていう回があったと思うので、そこで結構詳しく話してるんで、よかったら聞いてもらえたらと思うんですけど、凝った料理もしないんですよね。だからそういうところもあって、食材も少なく済んでる、ご飯とお味噌汁とか、ご飯ともう一個おかずもう一個みたいな、一汁三菜みたいなことは絶対しないので、めんどくさいからそこまでしなくても全然足りるし、栄養が取れるように、少なめでいいっていう風に設定しておくと、本当全体的にいろいろ減らせますね。買い物減らせて、料理の手間減らせて、荷物も減らせて、ゴミも減らせてね、ちょっと話変わってきちゃったごめんなさい、ゴミの話でしたよね。そうだから燃えるゴミ減らしたのは
燃えるゴミ減らせたのはその古紙を減らしたことと、やっぱ食べる量を減らしたことが結構大きいですね。料理を減らして、食べる量を減らして料理減らして、だから生ゴミですよね。あとはそうだから生ゴミがほとんど残り燃えるゴミになってる感じですかね。そうですね。なので一番燃えるゴミ多かった時から比べたら今だいたい4割から3割ぐらいまでに減ってるんじゃないかな、60%、70% 減ですかね。なんでぜひ私的にはその古紙を、リサイクルするっていうのは結構みんなしっかりよかったらやってみてください。結構楽しいですよ結構楽しいし、こんなにかみたいな。でリサイクルとかも結構ね、どこでどうなって、この捨てたリサイクルしたゴミがどこまで行って、どこに行ってどういう風に生まれ変わってるのかっていうところまで知ると、なんか結構やりがいがあったりしますねそれもプラスチックゴミをね燃やしてるっていうなんか噂とかもありますけど、なんかその行き先もやっぱね自治体でね違うんですよ。だから市役所とかにね環境課とかそういうところがあるはずだから、そこにメールするとね、時間があったら答えてくれるんじゃないかなと思います。っていう感じですかね。はい。でそんな感じで私は結構ゴミ自体をですね、ゴミ自体を減らすことに結構成功して、今すごい快適な状態ですね。なんかプラゴミだけは結構ねあんまり減ってない感じはあるんですけど、できればプラスチックもやっぱりねいろいろ今問題視されてるので、プラスチック減らそうみたいな、脱プラスチックみたいな流れもあるので、できるだけプラスチック包装されてないものを選ぶとか、裸の野菜を買うとか、そういうのをね心がけてはいるんですけど、なかなかプラスチックはね減らせないですね。だからこそリサイクルにできるだけ出そうっていうのもねあるんですけど、はい、なんでプラスチックはちょっと今のところはあんまり減ってないけど、燃えるゴミと、缶と瓶とペットボトルはそんな風に減らして、なんかすごい少ない、ね、場所そんなに取らずにゴミ箱をね4つ5つか、置けてますっていうところでですね。だからゴミ箱減るとねなんかすっきりするし、ゴミ箱って結構ね普通にまともに置いちゃうと場所も取るし、なんかやっぱ存在あんまりこうなんかいてほしくないじゃないですか。なんか置かなくていいんだったら置きたくないですよね、ゴミ箱って、ね、ちゃんと管理しないとやっぱ匂いがついちゃったりとか虫が湧いちゃったりとかもしますから、そういう問題もあるしで、なんかゴミ箱ちょっと減らせたら楽かもしれないし、ゴミ出しの手間を減らすっていうのもやっぱ時間を生むね方法の一つにもなったりするので、なんかよかったらぜひどこか取り入れていただけたらなと思います。なんかあれですかね、ちょっと皆さんのゴミへのなんか考えどのくらいのこんなに思い入れを持ってゴミに接してる人がいるのかな他にみたいな、ちょっとね気になります。分別好きですっていう人もしいたら教えてもらいたいです。そういえばこの間風民さんのラジオね、いつのやつか分かんないですけど、聞いてたらなんか家から出ていくもの、ゴミに対してゴミをきれいに出せてる人はなんか何だったかな、いい人だみたいなことをなんかねちょっと忘れちゃいましたけど、なんか悪い人はいないみたいな、そんな感じだったかな、なんか言ってたのがすごく私は嬉しかったんですけど、なんか家から出ていくものに対してやっぱ綺麗にしようっていう意識が働くっていうのはなんか余裕があるだったかな、なんかそんな感じのことをおっしゃっててね、私はすごくそれでやったーって気分だったんですけど、なんかたとえねゴミになってただそのまま収集車でぐちゃってなるだけではあるんですけど、やっぱりね分別しててすごい気持ちいいんですよね。なんか燃えるゴミ袋の中が散らかってるのもすごく嫌でだから燃えるゴミ袋の中もちゃんとビニール分けて、ね、はみ出ないようになんか整えてやっちゃうんですよね、ついね。そうなんですけど、なんか皆さんがどのくらいゴミに対して心をね入れてなんか力を入れてされてるのかが私はすごい気になるので、もしそういう同じような方いたらぜひ教えてもらいたいですし、いやもう全然そんなの気にしてませんみたいな声も逆に聞きたいです。はい
ですね。はい、じゃあ今日はここまでにしたいと思います。58分ですすごい喋りすぎちゃいました。はい、すいません。最後までじゃあ聞いていただいてありがとうございました。また次回お会いしましょう。失礼します。